はい、皆さん、さやかです。今日はディズニーワールドでやってはいけないこと、そして避けるべきことをシェアしていきたいと思います。もちろんディズニーワールドでも法を犯してはいけませんが、その他にもディズニー独自のルールやポリシーがあって、思ってもみなかったことが禁止されているということもあります。そこで今日はディズニーワールドで特に気をつけておきたいことや少し変わったルールを紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。それではまずは最初のルールです。そしてこれは今日紹介するルールの中で一番大事なルールなので、しっかりと聞いておいてください。そしてこれは何かというと、ディズニーワールドだけに限らずフロリダでは絶対に水に入ってはいけません。そしてこれは何でかというと、アリゲーターがいるからです。ちょっと怖い話になってしまうんですけど、ディズニーワールドのグランドフロリディアンリゾートにはセブンシースラグーンっていう人工の湖があって、昔その近くで遊んでいた2歳の小さい子供が、その親が少し目を離している隙にその水の中に入っていってしまって、アリゲーターに襲われて死亡してしまったっていう事件が発生したんですね。もうこれはすごく悲しい事件なんですけど、ディズニーも一応こういうことが起こらないように対策はしていて、敷地内からアリゲーターを追い払う作業をしていたりとか、水の近くにはこの水には入らないでくださいっていうサインを置いていたりはしてるんですけど、やっぱり小さい子はそういうのも読めないしわからないじゃないですか。なので、もし小さい子供を連れてディズニーワールドに旅行に行く際は、特に水のエリアの近くにはもう目を離さないようにしっかりと見守っておいてください。ディズニーのバリューリゾートとかにはそのビーチとかはないんですけど、特にディズニーのデラックスリゾートだとビーチエリアがあるリゾートもあるんですけど、アリゲーターがそこに潜んでいる可能性もあるので、絶対に水には入らないようにしてください。それでは怖い話はもうここまでにして、次のルールです。14歳以上はコスチュームの着用をしてパークに入ってはいけません。このルールが何であるのかといったら、本物のキャラクターと間違われないようにするためです。ですが14歳以下ならコスチュームを着てパークに行っても大丈夫です。で、私たちは実際にキャラクターみたいな一般人をパークで見かけた体験があるんですね。前ディズニーのハリウッドスタジオにあるギャラクシーゼッジを歩いてたら、本当にスター・ウォーズのルーク・スカイウォーカーの人がいて、本当にルーク・スカイウォーカーそっくりだったんですよ。でしかもその人はなんかスター・ウォーズっぽいなんか黒のローブを着てて、なんか本当にもうルーク・スカイウォーカーそっくりだったんですね。すごい面白かったんですけど、すぐに近くに行ったキャストメンバーがその人のところに行ってローブを脱ぐように注意してたのでもしエントランスのセキュリティのキャストメンバーが見逃してしまってもパークの中で誰かが気づくと思うので、コスチュームの着用はダメです。このようにパークの通常営業時間中にコスチュームをするのは禁止されているんですけど、唯一ディズニーワールドのパークでコスチュームを着てもいい時があります。そしてこれはミッキースのソースキャリーハロウィンパーティーなどのスペシャルイベントでディズニーが特別にコスチュームを OK している時です。コスチューム OK のイベントが開催されている時は、そのイベントの参加者はコスチュームを着てパークに入ることができます。そしてもしこういうスペシャルイベントが始まる前からパークに入りたい場合は、その通常営業時間中はコスチュームを着たままではダメなので、その時は普通の服装を着て、そのスペシャルイベントが始まる前に着替えるか、一旦ホテルに戻って着替えてくることが必要です。そしてコスチュームが OK な時も何もかもが OK なわけではなくて、一応従わないといけないガイドラインがあります。顔が隠れてしまうマスクやレプリカの武器、そして地面につく長さのドレスはダメです。そしてこの同じルールは14歳以下のゲストにも当てはまりますが、子供の場合は目のあたりが隠れていない限りはマスクはつけて大丈夫です。このルールは皆さんや他のゲストの安全をしっかりと守るためにあるので、ルールはしっかりと守ってください。そしてコスチュームの他にも不適切な服装も禁止されています。露出が多すぎる服とかファミリーフレンドリーでない画像が載った T シャツとかはもちろんダメっていうことはもう皆さんは知ってると思うんですけど、エイジ T シャツにも気をつけてください。たまに不適切なことや失礼なことが書かれたエイジ T シャツを知らずに着てる人もいるかもしれないんですけど、
もし知らずに来ていってしまった場合、エントランスで入園を断られることもあるので、もしエイジ T シャツを着ていきたいなら、失礼なことが書かれていないことをしっかりと確認していってください。そして野生動物の餌やりはダメです。ディズニーワールドの敷地内にはいろんな野生動物を見かけることがありますが、これらの動物に食べ物を与えないでください。ゲストが間違って動物たちに餌を与え続けてしまうと、ディズニーワールドの敷地内にいる動物たちがもっと人間の食べ物を頼るようになってしまって、もっと攻撃的になってしまうんですね。特にアニマルキングダムではたくさんの野生動物を見かけることもあると思いますが、これらの動物たちはキャストメンバーがしっかりとお世話をしているので、皆さんが餌を与える必要はないです。なので動物を見かけても可愛くて餌をあげたいのは気持ちは分かりますが、餌はあげないようにしてください。そしてアニマルキングダムではバルーンの持ち込みも禁止されています。他の3つのパークにはバルーンを持ち込めますが、アニマルキングダムだけには持ち込むことができません。しかも売られてもいません。なんでアニマルキングダムだけではダメなのかというと、アニマルキングダムの中にいる動物たちの安全を守るためです。もしバルーンが動物たちのいるサバンナに落ちてしまって、動物がそれをもし食べてしまうと命の危険に関わるため、もう一切リスクは取られていません。そして敷地内のサバンナに動物がいるアニマルキングダムロッジでもバルーンの持ち込みはダメです。しかし、もし他のパークでバルーンを買った後アニマルキングダムにパークホップしたりとか、アニマルキングダムロッジに宿泊しているけどバルーンを購入したい場合は、パークのエントランスやホテルの荷物を預ける場所で預かってもらうことができるので大丈夫です。それでは次にグリーティングに関しての注意事項になります。食べ物や飲み物を持ったままキャラクターとグリーティングをしたり写真を撮ったりすることはできません。もしうっかり食べ物や飲み物を持ったままキャラクターに近づこうとしたら、キャラクターアテンダントにそれを置いてくるように言われるので気をつけてください。そしてこのルールがあるのにはいくつかの理由があります。まず1つ目はもう明らかだと思いますが、もしその食べ物がこぼれてしまった場合にキャラクターの衣装が汚れてしまうのを防ぐためです。そしてもう一つの理由は、キャラクターが特定のブランドのプロモーションをしているように見えないようにするためです。例えばもし皆さんがコカ・コーラとかペプシとかを持っていて、そのまま一緒にキャラクターと写真に写ってしまうと、そのキャラクターがそのブランドの広告をしているように見える可能性があります。こういった意図的でない広告を避けるために、食べ物や飲み物を持ったままのキャラクターとのグリーティングや写真撮影は禁止されています。そしてさらにですね、キャラクターのイメージを守るために不適切な言葉や絵が載った服を着てキャラクターと写真に写ることはできません。さっきも不適切な格好はダメだと言いましたが、もし入り口のセキュリティが見逃してしまった場合、キャラクターアテンダントがしっかりと確認をしているので止められます。なので不適切な格好はしないようにしてください。そしてこれは少しワイルドですが、キャラクターは子供やベイビーを抱っこしたり、プロポーズや他の大きなライフアナウンスメントを手助けすることはできません。もし皆さんがキャラクターの前でプロポーズをしようとしたり、大きなライフアナウンスメントをしようとしたりしたら、キャラクターはその場から離れないといけません。そして子供だけじゃなく、指輪だったりバルーンだったりポスターだったり、基本的にキャラクターは皆さんの持ち物を代わりに持つことはできません。こういう風にキャラクターに持ち物を持ってもらうことはできませんが、プレゼントをあげることはできます。あまりにも高価なものは断られてしまいますが、キャラクターのお絵描きだったりとか、そういう小さな高価なものでないものはキャラクターにあげることができます。それでは次に、ディズニーワールドの敷地内にはいろんな像やセットピースや石などの飾りや建物がいろいろありますが、こういうものに登らないでください。こういうのはもう本当に当たり前なんですけど、たまにいるんですよね。もう本当にびっくりするんですけど、何年か前にエプコットのメキシコパビリオンにあるピラミッドに登ろうとする人がいてそれ以降ディズニーはそのピラミッドに登るの禁止っていうサインをつけないといけなくなったんですね。あとこれも似たような話なんですけど、少し前にエプコットのフランスパビリオンにある噴水の中に入ってお酒を飲みながらくつろいでるゲストがいたことがあって、結構話題になったんですねエプコットではドリンキングアラウンドザワールドっていう
いろんなパビリオンをお酒を飲みながら回るのが流行ってて、結構やる人が多いので、たまに酔っ払ってこういうバカなことをしてしまう人がいるんですね。お酒を楽しんでいい気分になるのはいいことなんですけど、他のゲストとかキャストメンバーとかに迷惑をかけ始めたらちょっとそれは良くないので、お酒を楽しむのもいいけど適度に楽しむようにしてください。そしてもし近くでバカなことをしてる人がいたら、近くのキャストメンバーにそれはレポートしてください。それでは次のルールです。これについては結構知らない人の方が多いんですけど、ディズニーワールドの直営ホテルのバルコニーにお洋服をかけたりするのはダメです。そしてこれにはいくつか理由があります。まず1つ目、もし皆さんがそのお部屋のバルコニーに何かお洋服か何かをかけてて、それがなくなってしまった場合、ディズニーはその紛失物の責任を取ることができません。そして2つ目、そのかけていた何かがもし落ちてしまった場合、他のゲストやキャストメンバーに危険を及ぼしてしまうかもしれないからです。そしてこれは先ほども言いましたが、特にアニマルキングダムロッジに宿泊するなら気をつけないといけないことです。バルーンの時にも説明したんですけど、もし何かが落ちてしまって動物たちがそれを間違って食べてしまうと命の危険に関わるので、このルールはしっかりと守ってください。そして、これらの理由に加えてホテルの綺麗な見た目を保つためという理由もあります。すごく綺麗なディズニーのホテルやディズニーアイコンがいっぱいあるホテルに洋服がかかってるのが見えたら、せっかくの素敵な景色が台無しになってしまいますよね。なのでディズニーイマジニアたちが頑張って作り上げた没頭的な空間を尊重するために、バルコニーに洋服はかけないようにしてください。そしてもし濡れたポンチョをかけたいとか水着をかけたいとかやったら、バルコニーではなくてお部屋の中で濡れているものは乾かすようにしてください。それでは次に持ち込み禁止のものについてです。セルフィースティックはディズニーパークに持ち込めません。よく私たちもこの動画とかに GoPro 持ち込めますかとかジンバル持ち込めますかっていう質問を結構いただくんですけど、基本伸びなければ持ち込み OK です。よく伸びる感じの伸びる GoPro とか伸びるギンボルとかがあるじゃないですか。その伸びるやつは持っていけません。ですが伸びない限り持ち込みは大丈夫です。そしてセルフィースティックの他に持ち込み禁止のものには折りたたみ式の椅子、グラスの容器、武器、スケートボードやローラーブレード、そしてペットなどがあります。実はディズニーワールドのパークに食べ物を持ち込むことは OK なんですね。ですが食べ物は持ち込めますが、グラスの容器には入れないようにしてください。そしてディズニーワールドのパーク内では喫煙できません。ホテルの中やディズニースプリングス、そして4つのすべてのパークのエントランスの外に喫煙所はありますが、パークの中には喫煙所はありません。もしパークの中にいて喫煙したい場合は1回パークの外に出ないといけません。そして次にバックステージでの写真や動画の撮影は禁止です。バックステージへのアクセスがあるのは主にキャストメンバーだけなので、一般のゲストがバックステージに行く機会はあまりないんですけど、たまに VIP ツアーでバックステージに連れて行ってもらったりとか、アトラクションが停止してしまって避難しないといけなくて、そのバックステージを通っていかないといけないっていう場合もあるんですね。ですが、そういう時にバックステージが見えるからといって写真や動画の撮影は絶対にしてはいけません。ディズニーはやっぱりマジカルな場所っていうイメージがあるので、そのイメージを壊したくないんですね。そしてもちろんバックステージにはあんまりマジカルではないものもあるかもしれないんですけど、そういうのはやっぱり流出してしまうとディズニーのイメージを壊してしまうことになるので禁止されています。そして最後にキャストメンバーの方に失礼な態度を取るのはダメです。日本人は世界的にも行儀がすごくいいって言われているので、皆さんはそんなことしないと思いますが、アメリカ独特だからなのかどうなのか意外と結構いるんですよ。でしかもびっくりするような理由でそのキャストメンバーに怒ってる人とかもいて、聞いた話によると実際に食べ物を買うときにやっぱりディズニーって何もかも高いじゃないですか。食べ物を買うときに額が思ってたよりすごい高くて、なんでこんなに高いんだってキャストメンバーに怒ってる人もいたみたいなんです。
やっぱりフロリダは暑いし、もうディズニーは何もかも高いし、なんかことが思ってるように進まないっていうこともあるかもしれないんですけど、だからといってキャストメンバーに当たるのはダメです。ディズニーパークを本当に支えているのはキャストメンバーです。キャストメンバーたちのおかげでディズニーは楽しい場所なので、キャストメンバーの方には絶対に失礼な態度を取らないでください。さっきも言ったように皆さんはこんなことは絶対にしないと思いますが、一応、こういうことをしてしまう人もいるということで紹介させてもらいました。こういう風にディズニーワールドにはいろいろなルールがありますが、これらのルールを守ることは決して難しいことではないですね。そしてこれらのルールは皆さんの旅行を台無しにするためにあるわけではなく、皆さんに安全に楽しい時間を過ごしてもらうためにあるので、ルールはしっかりと守るようにしてください。それでは以上が今日紹介する少し変わったディズニーワールドのルールやポリシーになります。もしこのビデオを楽しんだらビデオにいいねをよろしくお願いします。そして今後のディズニーコンテンツを見逃さないように、まだの方はマークサイロスタインワールドにチャンネル登録とチャンネルの通知をオンにしておくことを忘れないようにしてください。それでは次回のビデオでお会いしましょう。Make today magical! Bye!